で今回の旅のワードローブを紹介したいと思います。ここのねホテルのいいところはね、クローゼットワードローブがすごく広いっていうことも一つのお気に入りポイントなんですよね。でこう鏡もたくさんあって、でちゃんとなんかこうカテゴリーごとに分けられてるし、すごくね女子が使いやすい感じになってますね。いつもなんかスーツケースはいっぱいできちゃうんですけど、今回シャネルのクチュールのショーに、参加するっていう予定で来てたから、結構シャネルのルックをたくさん持ってきてます。結構もうね違う回でご紹介とかしたと思うんですけど、コートとかジャケットとか結構全部シャネルですね。今回はお気に入り、なんか結構意外とみんなに褒めてもらうのがこれ、これすごいねオーバーサイズでね、すごいちょっと羽織ってみると、多分今回ビデオでは紹介してないから、なんかねすごい着やすくて、軽くはないんですけど、こうやってちょっと今オーバーサイズで可愛いんですよね。ちょっとかなり今っぽくて、今結構オーバーサイズ、何でもオーバーサイズですよね。結構でこれにブーツとか合わせたり、結構何でもいける感じ。これお気に入りですね今回の。結構ディテールもビーズとか使ってたりして、ちょっとところどころねキラキラ、そうスパークリングで、ちょっとこうボタンのシャネルのマークにストーンがついてたりとかして、結構なんか一瞬ちょっとメンズライクなのかなって感じがするけど、やっぱ色とかディテールでフェミニンに仕上がってる感じが、やっぱさすがシャネルっていう感じでこれお気に入りの、今年お気に入りのアウターですね。でもほんとね、これだけたくさんのアウターとか持ってくるの、お友達の格好とか見ててもすごい感心するんですけど、みんなどうやって持ってきてるのかなって思うんですけど、私もまあまあ頑張ってる方かなって思います。だってコートだけでもかなり持ってくるし、あとそれに合わせてシューズもハットも小物も全部コーディネートして持ってくるから全部入れて持ってきて、でよくなんか旅先でやっちゃうのは、もうとにかくまたスーツケースが足りなくなったりとかしてでどんどん増えていっちゃうっていう、お家になんかスーツケースずらーって並んじゃったりとかしてそんな感じですね。でもなんかちょっと今回モノトーン系のコーデアウターっていうかアイテムが多くなっちゃいました。ここまでがシャネルですね。これもね意外と着やすくて、これクリスチャン・ディオールなんですけど、意外とさらっと、ちょっとファーなんですけど、あんまりこうなんていうんだろう、ツーマッチにならないというか、意外とカジュアルでさらっと着れちゃう、デザインがそうでお気に入りですねこれ結構。今回のその今着てるのもどっちもディオールのルックなんですけど、かなりカジュアル。これなんかディオールアルプスっていうスキーをモチーフイメージしたコレクションの中からだから、すごいなんかちょっと遊び心が、なんかクリスマスとかスキーって感じ、アルプスっていう感じ。このワイドパンツもディオールちゃんです。こんな感じで、カバンは普段ね街歩きとかちょっと大きめのバーキンとかケリーとか持つこともあるんですけど、結構こうやってパーティーとか、あとディナーとかそういうのに呼ばれるときは、なるべく小さいバッグ、あとクラッチとかそういうのも持って行ったりしてます。結構ミニのカバン持ってきてますね今回で。なるべくそのブランドに合わせてトータルルックにしたいから、ディオールの時はディオールとかで、シャネルの時はシャネル、万能に合わせるのは選ぶって感じで、結構いろんなパターン持ってくることが多いですね。
これはあとディオルさんがディオルのメゾンオートクチュールチームがなんかプレゼントしてくれた実は大切な思い出の品で、そこにね私のイニシャルが入ってる特別なものなんですよね。バニティケース、これバニティだけど結構これで持ち歩いたりしてもすごい可愛いし、今日なんか今の格好とかにもいい感じかな。そう結構たくさん入る。これが一番入るはい、これは前に紹介してて、これねちょっとカプリの思い出ですね。夏に、イタリアに家族で旅行行ってたんですけど、そのカプリ島で出会ったミニケリーちゃん、これなんかねカプリって感じの色しません？そう、海の色だからアマルフィを思い出す、すごい思い出のアイテム。そう、その旅先のリメンバランスになって、結構そういう思い出があるもの結構ありますね。なんかお友達をビジットしに行ったところでたまたま出会ったものとかも、その友達のこと毎回思い出すとか、そういうの結構あります。はい、これはね普通に普段使ってるワーキンちゃんで、これは多分違う回でご紹介したかなっていう感じです。綺麗な色ですよね。次なんかちょっとアクセサリーとか小物とか、ちゃんとなんかグローブも持ってきてた。パリ寒いと思ってたくさんなんかグローブ持ってきてたんですけど、意外と寒くなかったラッキーみたいな、マフラーも全然使わないし、でも今回はやっぱシャネルちゃんがあれですね、主役だからアクセサリーももうほとんどシャネルばっかり。これすごいでしょ、これねベルト、すごいベルト、これベルトなんですよ。リボンで結ぶベルトって、こうやって結ぶ、かわいい。マフラー、これ実はねお揃いのイヤーマフっていうのもあるんですよ。こうやってペコってお猿さんみたいに。ちょっと今回持ってこなかったけど、寒すぎたら持ってこようって思ったけど、私ハワイから来たんでさすがになんかねそんな気分になれなくて、これ結構使いやすいですよ。ちょっとこのコートに忍ばせるとこの辺あったかいみたいな感じで、今度そうなってね、ちょっとねこれは結構毎年出る、微妙に変えて毎年出る、ちょっと割と定番なのかな。今度また機会があったらイヤーマフを紹介します。あとこれ絶対ちょっと見てほしかったんですよね。さっきもなんかジャケットをご紹介したメティエダールのコレクションから、多分ジュエリーなんでゴーサンスっていうのかなそこが作ってるのかな。なんかジュエリーのねアトリエ、これはいやでもねシャネルとかってねファンシーのジュエリーじゃない、ファインジュエリーじゃない場合は多分そんなラグジュアリーな感じじゃないと思います。だけど高いでもこれはちょっとかっこよくないですか？そうちょっとシンプルな、それこそちょっとプルオーバーとかタートルのねとか、あと私ブラウスとかに合わせてました。なんかそしたらここ一気に華やかになるし、そうなんかココシャネルはでも一つネックレスを外しなさいって言ってた。たくさん今つけてる中から一つだけ抜きなさいっていうことをココシャネルはなんか言ってましたねだけどあの人いつ見てもどの写真見ても超ジャラジャラつけてるけどねでなんかあともう一つ言ってたのが、なんか本物となんかちょっとこ
まあ、フェイクっていうか、まあ、おもちゃみたいなのを一緒につけるんだって、ミックスして、それがいけてるっていうことを言ってた。まあそういうアイアグリーですね、結構。でシューズは今回だからそうほとんどでもまあシャネルはこれだね。これ紹介したやつだし、これ紹介したし、これはバレンチのね、これ今ほらまたこういうのが流行ってきてるんですよね。厚底の、そうもう最近私全然ヒール履かないから、低いヒールしか履かなくて全然なんか興味なかったんだけど、結構どのブティックブランドも厚底出してますね。バレンチノとかベルサーチとか、もうどんどんこのプラットフォームの前も厚くて後ろしっかりしてるこの形、すごいどこも出てますね今ね。これはなんかミニのワンピとかとも合わせても可愛いなと思って、なんかディナーとか用に一応こういうブーツばっかりだから、今回ブーツ以外のお靴も必要かなと思って一応持ってきました。あとはお帽子ね。お帽子も結構ちょっとあんまり今回使う機会なかったんですけど、これちょっとお気に入りの、まだなんかタグがついてる。これエルメスのお帽子なんかもっと寒いと思ってたから、そうもっと本当に寒いと思ってたの。だからなんかいるかなみたいな思ってたから、たくさんねそういう寒い用のお帽子たくさん持ってきたんですよ、これもだけど全然使う時なかったっていう。これもほらミシェル、メゾンミシェル多い私。ミシェルちゃん、これ結構可愛くないですかなんか着る機会が欲しかったんだけど、脱ぐ機会かぶる機会かぶる機会が欲しかったんですけど、サングラスとかなんかモノグラムがついてて可愛い。本当ですか、ありがとうございます。こんな感じですね。いつも旅に出るときは旅の予定を考えてトータルコーディネート。そうもう本当に一番大変なのが、だからあったかいところも寒いところも両方行くって決めてると、一回ねドバイに行ったことが、ヨーロッパ経由で冬のドバイに行ったことがあって、その時は両方持たなきゃいけないから、ドバイあったかいから、それと結構大変でしたね。なんかもうファー積んでブーツ積んでるけど水着もたくさん持って、リゾートワンピースも入れて、まあ夏のものってかさばらないけど、でもなんかごっちゃごちゃしてましたね。でもしょうがない、 All about fashion そうです。そんな感じでいつも楽しんでます。ハッピーなワードローブがいつもなんかテーマ、着たいものを着る。なんか昔は結構がっつり経営すごいしてた時はやっぱ人の目も気にするし、あと年齢が若かったこともあって、なんか大人に見せなきゃっていうのもあって、あんまりね楽しくない、なんか見てて面白くない格好っていうか、割と当たり障りのないコンサバティブな格好をすることが多かったんですけど、今って全然こう人の目を気にすることなく自分の着たいものを着れてるから、すごいハッピーなワードローブだと思います。